どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日また台湾に旅行行ってきまして、その時の模様を Vlog で公開しているんですけども、今日はその時に使ったカメラ機材をまとめて紹介してみようと思います。といっても今回カメラはね、これだけですね。iPhone 15 Pro Max、こちらのカメラだけで撮りました。今までは大きなミラーレスカメラと今ね、撮っている α7S3 とかね、こういった大きいカメラとレンズを数本持っていって、バックパックの中身の大半もね、カメラ機材になっているというね、状態だったんですけども、今回は iPhone 15 Pro Max を中心に機材を持っていったので、かなりね、荷物がシェイプされました。Vlog をね、ご覧いただいた方はわかると思うんですけども、iPhone でもかなり綺麗な映像が撮れると思いません？ 4K の Apple ProRes で撮っているんですけども、言われなければもうミラーレスカメラで撮ったように見えるくらいね、遜色ない動画になっていたんじゃないかなと思います。で、この15 Pro Max で撮影してみて、ミラーレスよりいい点もね、多々あったので、今日はこの15 Pro Max と、あと補助的に大活躍したアクセサリーをまとめて紹介してみようと思います。あと今回はブラックマジックカムというアプリを使って撮影しているところがね、多いので、こちらのね、設定なんかも合わせて紹介していきます。iPhone 15 Pro Max でブラックマジックカムアプリを使って撮ると、今回の Vlog みたいな絵が撮れますので、ミラーレスカメラは持っていないけど iPhone で綺麗な映像を撮りたい、動画を撮りたいという方の参考になったら嬉しいです。そういったわけで今回のカメラ機材紹介していきましょう。はい、まずカメラですけども、冒頭から言っていますが、今回カメラ本体はこちらの iPhone 15 Pro Max、これだけです。で、カメラはこれだけなんですけど、カメラアプリはブラックマジックカムというのを使いました。iOS 標準のカメラ、ノーマルカメラも使ってはいるんですけど、だいたいタイムラプスを撮るときとかだけに使っています。標準カメラもこんな感じで綺麗なタイムラプスが撮れますし、あとね、これ見てほしいんですけども、手持ちなのにね、かなり安定したハイパーラプスが撮れたと思います。こんな感じで普通に撮影するのであれば標準のカメラでも十分なんですけど、僕はフレームレートとか露出とかシャッタースピードとかを変えて、結構ねこう細かく変えて撮影したかったので、このブラックマジックカムというのをね使いました。ブラックマジックカムすごくて、こんな感じでミラーレスカメラみたいに細かな設定がねいろいろできて、高機能でねめちゃくちゃ使いやすいのに、なんとこれね無料なんですよ。無料で全ての機能が使える神カメラアプリなんで、これでね細かく設定して今回撮影しました。ブラックマジックカムの設定を簡単に説明しておきますと、こんな感じでした。まず収録時の設定、コーデックは Apple ProRes の 422LT にしています。これね開くとこんな感じでいろいろ選べるんですけど、上に行けば行くほど鮮明にね映像撮れるんですけども、その分ね容量も大きくなりますので、この中間ぐらいですかね、 Apple ProRes の 422LT を選んでいます。で、解像度は 4K ですね。高画質で撮りたかったので、もちろんここはね 4K にしています。で、あとカラースペースは Apple ProLog の HDR にしています。後からダヴィンチリゾルブで色を入れたかったので、後から色調整がしやすい Apple ProLog の HDR、 こちらを選んでます。で、撮影時のカメラの設定見ていきますと、フレームレートは 24fps にしています。フレームレート普段僕は 30fps で撮ることが多いんですけど、台湾だとノスタルジックな素敵なねロケーションも多いので、ちょっとこうシネマティックに撮りたいなと思いまして、映画でよく使われる 24fps にしてみました。で、シャッタースピードは60分の1に設定しています。シャッタースピードは本当はこの 24fps の倍がいいんですけども、フリッカーを抑えるために台湾の電力周波数の 60Hz に合わせて60分の1にしています。こうすることで蛍光灯とかのねチカチカが発生しなくなるって感じですね。で、あとは ISO とかホワイトバランスとかティントとかねいろいろ変えられるんですけど、このあたりはその都度変えるって感じですね。で、この 24fps シャッタースピード60分の1とか、あとその他もろもろね細かに設定したこのカメラの設定をプリセット登録できるんですよね。で、この設定のプリセットというところに、ここにプリセット登録して台湾 24fps っていう設定がありますけど、これを押すことで先ほどのカメラ設定が呼び出せるという風にしていました。なので、例えば設定をいろいろいじってしまって設定が変わってしまっても、プリセットをもう一回呼び出せば、このね 24fps60 分の1とか、その他もろもろねプリセットに登録した設定に戻すことができるという風になってます。こういった FPS とかシャッタースピードとか細かな設定っていうのは標準のカメラアプリだとできないので、今回の Vlog のほとんどの映像はこう細かな設定ができるこのねブラックマジックカムで撮りました。はい、カメラとカメラアプリはこんな感じで、あとはねアクセサリーの方も紹介していきましょう。まずケースとストラップですが、こちらですね、ケースティファイのものを使っています。
僕普段は iPhone は裸で使っていて、モフトだけ背面にね、マグセーフでつけて、ケースなしで使ってるんですけども、今回はこのようにケースティファイのケースと、あとストラップをつけて、で旅行中はこれをね、首から下げて、いつでもね、撮影できるようにしていました。撮りたい時にね、すぐに撮れるので、こういう風にストラップで首から下げるという風にね、してましたね。あとそうだ、iPhone 15 Pro Max だと、ここにね、アクションボタンっていうのがあるんですけど、このアクションボタンに先ほどのブラックマジックカムの起動のショートカットを割り当てて、こうね、カメラを横にした状態でアクションボタンを押すとブラックマジックカムが立ち上がるという風にしてました。このね、角度によって立ち上げるアプリを変えたりっていうのもできるんですけど、これはね、アクションズというアプリと、あとショートカットアプリの併用でできるんですけど、こうすることで瞬時にブラックマジックカムをこうね、構えた瞬間に立ち上げるという風にね、できるようにしました。撮りたい時に15 Pro Max を横にしながらアクションボタンを押してこう構えるとブラックマジックカムも立ち上がるという風にね、しておきました。このね、カメラを起動するまでの瞬発力がないと撮りたいシーンを撮り逃しちゃったりするので、このアクションボタンの設定もね、大事だと思います。で、あとカメラを構えた時に安定させられるようにシャッターグリップも実は今回ね、使ってます。こちらですね。こちらがジャストモバイルのシャッターグリップ2というね、スマホグリップなんですけど、これをこのケースの部分にこういう風にかませまして、こんな感じでミラーレスカメラを構えるようにして安定させてね、カメラを構えて撮影していました。このシャッターグリップ2ね、めちゃくちゃ良くて、こんな感じで結構ね、しっかりグリップできますし、もちろんこれの方々外れたりすることもないですし、あとね、ここの上の部分、これがですね、ボタンになってるんですけど、これで Bluetooth でこれを押すことで録画を開始したりすることができるんですね。なのでもう本当この操作感のね、ミラーレスカメラそのものなんですよね。本当これね、今回の旅でめちゃくちゃ大活躍したんですけど、後でね、ちょっと細かに説明しますけど、今スマホ用のグリップを選ぶんだったらね、もうこれがベストなんじゃないかなと思うぐらいにめちゃめちゃ良かったです。で、僕ね、実はシャッターグリップこれ以外にもいろいろ試していて、例えばこれとかウランジのグリップなんですけど、これももちろん機能としてはね、同じでこんな感じでかませて使えるんですけども、軽いし最小限の機能だしってことでいいんですけども、ボタンもついてるし、これはこれでね、割といいんですけども、これがね、あんま良くなかったですね、正直。これはね、スナップグリップというやつなんですけど、これ結構ね、高かったんですけど、これね、こういう風にマグセーフでくっつけることができるというものなんですけど、結構ね、これがね、こう角度変わっちゃったりするんですよね。で、マグセーフなんで外れやすさ、ちょっと傾いただけで外れちゃったりするんで、ちょっと不安定だったりするので、これはね、実際使ってみてもうちょっとね、安定感あるかなと思ったんですけど、ピタッとくっつけてもこうずれちゃうんでね、あんまり使いやすくはないかなということで、これもやめたんですよね。で、結局こちらのシャッターグリップ2にしたんですけど、これがね、ベストですね。めちゃくちゃいい。これね、万能なんですよ。こういう風にグリップとしても安定していますし、あとね、ここ下の部分にですね、三脚穴ついてるんですね。三脚穴がついてるので、こういうね、三脚をこう取り付ければ、これでね、三脚立てて取ることもできますし、ちなみにこの三脚はこれウランジのものなんですが、あとこれグッとね、伸ばすことができるので、あとこの先端部分ボールジョイントになっているので、こうやって角度を変えたりとかして、で、これで三脚にして高い位置から撮影したりとか、自撮りすることもできますし、結構ね、この三脚を取り付けると、これはこれでね、使いやすいんですけども、で、このウランジの三脚も、こういうね、マグセーフ対応のマグネットプレートがついていて、これ取り付ければ、ここにね、ピタッとくっつけて、これで三脚を立てて撮影したりもできたんですけど、ストラップつけた状態だと、こう置いた時に、ストラップの重みでずれちゃうので、ちょっとこれがね、結局不安定だなということで、ウランジの三脚をつけるときは、このマグネットプレートは結局今回は使わないで、シャッターグリップのネジ穴にこれを挿して使うという風にしていました。コンパクトですけど、このウランジの三脚、これもね、今回持っていって非常に使いやすかったので、これはね、これで持っておくといいと思うんですけども、で、またちょっとこちらのシャッターグリップ2に戻るんですけど、これがね、まだまだ万能なんですよ。さっきね、ここにネジ穴に三脚をね、取り付けるっていう風にしたんですけども、実はこのグリップの部分がこういう風に伸ばせて、このままね、こんな感じで伸ばせるんですね。で、角度をこう180度変えて、
こういう風にすると、もうこれ自体がね自撮り棒として使えちゃうんですね。こういう風にグリップの中にこの棒の部分がね内蔵されてるので、こういう風に別途ね自撮り棒を持っていってバッグから取り出したりってしなくてもいいっていう風になってます。もうこれがほんと使いやすくて、こうグリップを使って撮影して、今ちょっとね自分を自撮りしながら歩きたいとか思った時にはすぐにこれを取り出して、こういう風に自撮りしながら歩いて、でまたグリップしたいと思ったらもう一回戻してグリップして使う。この切り替えができるっていうのは本当使いやすくて、撮りたい時にすぐ撮ることができたので、この撮り回しの良さは大きなミラーレスカメラとかよりもねよっぽどスピーディーでね良かったんじゃないかなと思ってます。 Vlog って撮影する素材の数が結構重要で、僕もね Vlog 撮り始めた頃って表出てたくさん動画撮ったなと思って、で帰ってきて編集しようとすると全然素材が足りないじゃんってね思うことが結構あったんですけど、なので素材数すごい重要だなと思って、素材が多いと編集がしやすいなと思って、で今回もねなるべく素材を取ろうと思ったんですけど、瞬発的にね撮りたい時にすぐ撮れるってね、これのおかげでねめちゃくちゃ今回素材集まりましたね。一つ一つの素材は数秒とかね十数秒の動画とかも多いんですけども、素材数にしたら2泊3日で850個ぐらいね動画撮ってました異常な数撮ってますよね。なんかあったらカメラを出して撮影するっていう風にしてたんで、850個ぐらいね素材が集まっていたんですけど、これもね大きいミラーレス一眼だと瞬発的な撮影っていうのはねなかなか難しかったと思うので、この iPhone 15 Pro Max のカメラを中心にこういったね周辺アクセサリーを使うことで、こう瞬発的にスピーディーにね撮影することができたんじゃないかなと思います。はい、このねケースとストラップとシャッターグリップ、これのおかげでかなりね動画撮影がしやすかったです。基本的にはこのカメラ構成で撮影していて、あと補助的なアイテムとしてこちらのね ND フィルターを使ってましたね。これ割とね重要でした。使用頻度が非常に高かったです。先ほどのねブラックマジックカムはフレームレートとかシャッタースピードとか ISO なんかをねマニュアルで設定して撮影することができるんですけど、 F 値ですね、絞り値、これがですね開放のまま固定なので、シャッタースピードを60分の1とか低くすると画面がねかなり明るくなっちゃって、日中とかだとねもうあちこち白飛びしちゃうんですよね。なので白飛びさせないようにこちらの ND フィルターをこのカメラのレンズのところにこういう風に取り付けて、これがねサングラスみたいな効果があるので、これで取り込む光の量っていうのをコントロールして白飛びしないように撮影していました。これねスモールリグの ND フィルターなんですけど、これよくてパカッとねこう ND フィルター部分だけ外すことができるんですよね。これが磁気フィルターアダプターっていう風になっていて、こういう風にスマホをね挟むようにこうネジでね挟むようにして固定するんですね。でここはねマグネットになってるので、これで ND フィルターをこういう風に取り付けることができるんですが、日中はこの ND フィルターを使っていて、夜間とか原色とかが綺麗な夜市とかではこちらのねブラックミストフィルター、これをつけることで明かりがねこうふんわりと映るようにしていました。夜景とかはねこれをつけるだけでふんわりした明るさのね雰囲気ある映像が撮れるので、夜はねこちらのブラックミストフィルターをつけていました。こんな感じでベースになるね磁気フィルターアダプターにブラックミストフィルターとか ND フィルターとかね取り付けられるんですけども、ただこれを使わない時もあるんですよね。 ND フィルター、例えばお店の中入ったりとかもう室内になってきたら ND フィルターつけちゃうと暗すぎちゃうんで、これは今度はね外さなきゃいけないんですけど、このねアダプターが今ねちょっと簡易な留め方しましたけど、ちゃんと固定しようと思ったらこのネジをねちゃんとこう締めるってしないとガタガタしちゃうんで、ネジをしっかり留めなきゃいけないんですけど、このねネジ留めがちょっと面倒だったので、挟むだけなら楽なんで、これがね普通にクリップタイプとかになっていて、このマグネットで取り付けとか全然できなくてもいいんで、クリップタイプのやつとかがあると良かったなと思いましたね。こうネジで挟むんじゃなくてクリップでこういう風にね挟めるようにしておけば着脱もすごいやりやすいと思うので、ネジ式の着脱は煩わしさは若干あるなと思ったんで、今から買う方はねクリップ式がもしあるのであればクリップ式がねいいと思います。僕ね探したんですけどクリップ式がね見つからなかったんですよね。なのでこちらの磁気アダプターにしたんですけど、ちょっとね取り回しの良さがね少し欠けるかなって感じはありましたね、正直。はい、でもねブラックマジックカムとか使うのであれば日中の撮影はこのね ND フィルター必須だと思いますんで、これもねあってよかったですね。あとそうだ、マイクもね内蔵マイクだけで今回撮ってます。こういうね
ハラモニックっていうのかな、ここのこういう USB-C で接続できるねミニマイク、これもね買ってみて試したんですけど、これねなんか僕の設定がおかしいのかね、全然音ちゃんと取れないんですよね。めちゃめちゃ音ちっちゃくなるし、音自体そんなに良くないし、よっぽどねこの内蔵マイクの方が良かったんで、今回ね Vlog の音は全部この内蔵マイクだけで通っています。1個ね気をつけなきゃいけないのは、このケースを持っていてマイクがねこの辺についてるので、こういう風に完全に手で密閉してしまうと声がこもってしまうので、ちょっとだけね浮かしてちゃんとねここに隙間を作って集音できるようにして取らないと音がこもってしまうので、これだけねちょっと注意しなきゃいけないところなんですけど、それもねこのカメラグリップがあることで手を浮かせて持つこともできるので、台湾の Vlog 見ていただければわかると思うんですけど、音も綺麗に取れていたんじゃないかなと思います。あと手ブレ補正もねこれかなり効くので、ジンバルもね今回使いませんでした。持っていかなかったですね。手持ちしながら歩くシーンとかも結構あったんですけど、そのシーンでもねほとんど手ブレしていなかったんじゃないかなって思います。なので機材はこれだけでしたね。全部取り付けるとスマホには見えないですし、ちょっとしたね薄型のミラーレスカメラっぽい感じにはなるんですけども、旅行にはスマホは絶対持っていくと思いますし、それにねプラスアルファでこういったアクセサリーがついたってことを考えると、今まではこのスマホに加えてミラーレスカメラとレンズ数本をバックパックの中に入れて、総重量10キロぐらいでね街中を歩いているって状態だったんですけど、それに比べたらねかなり小型化されましたよね。この iPhone 15 Pro Max を中心としたカメラ構成、これめちゃくちゃ使いやすかったです。今日は先日の台湾 Vlog で使った iPhone 15 Pro Max とカメラアプリとアクセサリー一式を紹介してみました。台湾 Vlog まだご覧いただけてない方はぜひこのねカメラ構成でどんな映像が撮れたかっていうのをね動画3本出してますので、よろしければ見ていただいて、あんな映像がね撮れるんだったらこの構成ちょっと試してみたいと思った方はねぜひこちら参考にしていただけたらと思います。紹介したアイテムは全て概要欄にリンクを貼っておきましたので、気になる方はチェックしてみてください。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が参考になった、良かったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこうした動画撮影に役立つアイテムなんかも紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。